いやら、マシュラです。ということで今回もスクバスやっていくんですけど、今回はこちらですね、世界一位の編成本当に強いのか検証してみようということでやっていきたいと思います。ということで、いつものスクワットトラッカーという攻略サイトを見ながらなんですけど、こちらのメタスタッツっていうところですね、こちらのページのラインナップのところを見ていって、フルラインナップ、このヒーローごとにね、しっかりとラインナップが表示されてるわけなんですけど、ここの1位のところをね、使っていこうというところで、今回はアーチャークイーンのこちらのレオンマックスブレイジングライトコインストック、そしてスパイクのマックスウィザードニワトリクローンのコインストック、こちらの編成が強いのかっていうところをね、ちょっと遊んでいければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクワット動画投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援の方よろしくお願いいたします。はい、ということで編成組んでみました。初期サブキャラとパワーは先ほどの通りに組んでみました。そしてラインナップの方は見えないので、自分で好みで組むしかないっていうところなんですけど、いつも通りメイビスでコイン稼ぎながらしっかりとサブキャラで火力出していこうっていうのがコンセプトです。テイルスかエリータのところね、バトルヒーラーとか、人によってはオプティマスとかね、好きなやつ入れればいいと思うんですけど、今回は火力に重視で、振っていければと。いつも使ってる形なんでね、これで遊んでいければと思います。さあ、1試合目、エメオーバーロードをやっていきましょう。この編成ね、裏で何試合か試してみて、そのアチャクイもスパイクも、アチャクイスパイクに限らずなんですけどね。試してみて、普通にね、強いです。それはやっぱりというか、どの辺が強いかっていうと、やっぱね、ちゃんとコインストックと、なんていうのブレイジングレートとかさ、あとニワトリクローンとか、そういうのってちゃんと強いよね。やっぱり強い。アーチャクイとスパイクが現環境でもね、その強めのやばい、これはババキンがいますね。逃げていきましょう。アーチャクイとスパイクが現環境でも、そこそこ優秀なキャラ、ヒーローっていうところではありますからね、しっかりとコインストックとか、ブレイジングレートとか、クロニワトリとか、その安定的なパワーですよね。ヒーロー自体の強さと、サブキャラもしっかり火力出せるキャラたちではございますから、もうそこはそこで十分だと。あとは、コインの稼ぎ方とか、足の速さとかを補ってあげましょうと。ちゃんと補ってあげましょうと。もう基礎戦闘力を高くしてあげましょうと。もうそういったのがやっぱ考えられているっていうかね、そういうのやっぱ上級者って好むよね。基礎的なところしっかりと固めていこうみたいな。で、あとはもう自分の立ち回りでどうにかしますみたいなところがね、やっぱ好まれると思うんで、スクバスで言うとね、やっぱ足の速さっていうのは結構最低条件というかね、個人的にはよくね、足が遅い編成ね、組んでマシロをよく遊んでるんですけど、やっぱ基本的にやっぱスクバス強いのは足の速いキャラですね。足が速いと基本的に強いっていうのがあるので、逃げるにも攻めにもね、役立ちますから、そこがやっぱ考えられてるのかなとは思いました。マックスレオンってね、レオンはわかるけど、マックスまで入れるんだみたいな。スーパーレアのキャラクターを2体ね、ここに詰め込むっていうのも、それはそれでっていうところですからね。ウィザードとかもやっぱ人気の編成ではありますけど、ちょっとこれ上行きますか。スパイクはこういうタイミングで乗り込んでいけば勝てるはず。OK、ここでしっかりとやっていく。OK、これはもうサボテンボム投げれなくなるんでね。よし。サボテンボムを投げれなくして、しっかりと漁夫乗っていきました。で、エリータが先に来たんで、しっかりとエリータ取って、ダイナマイクとかは、しっかりとね、ラフス大佐に頼っていきましょうか。で、あと3人、結構エメラルドリードしてて、2位と3位が喧嘩し合っても、逃げ切れそうな感じはするので、ちょっとね、落ち着き目でってところで、ああいうところでやっぱ乗り込めるよね。今の出たもんね、強さがしっかりと、レオンとマックスがもうね、中盤っていうか、序盤だよね。序盤、中盤からちゃんとレオンとマックスがいることによって、ああいうところやっぱ乗り込めるんだよね。足も速いし、レオンで火力も出していけるっていうところがありますからね、やっぱ強かったですね。マシロだったらいつもメイビスから始めてるからね、そこの火力が出なかったり、足が遅かったりとかありますけど、もうこれだけでね、一つ強いポイントあったと思いますが、左にちょっとプレイヤーがいる。さあ、ここからはしっかりとラフス取ってから攻めましょうか。で、ババキンが1人いたのと、もう1人のね、編成がちょっとわかんないんで、気をつけたいな。うかつに近づいて、X スナイプでちゃんちゃんとかされたらね、こういうやっぱ余裕が出てくるとね、バトルヒーラーとかが欲しいなと思いますが、エメリード的にね、エメラルドリード的に攻める必要ないか。いや、ババキンが来た。ババキンもでもね、これもですよ。ポチトラ火力重視の編成ですから。こういう時は強いね。今のババキンも、バトルヒーラーよりはやっぱりね、エリータの方が火力出るってところで、一気に削ってね。エリータの、やっぱああいう時の火力マジでバカ高いんで、非常に優秀ですが、さすがにこれは逃げるか。さすがにこれは無理に戦う必要ないですね。ちゃんといい映像撮れたんで、もう僕は逃げ腰になって、
はい、しっかりと逃げていきたいと思います。さすがに検索ないんで、エメオバラなんで、しっかりとコインでね、敵の倒していくね。オッケーでしょう。さあ、身を潜めて、もう戦いしないね。これで終わらせていただきたいと思います。完璧です。いいですね。スパイクの巨人からの圧倒的な戦略者の、ババキンを倒していくと。やっぱこれもね、やっぱ最初に、そのレオンとマックスがいることによって足が速い。そしてコインストックがあるから、コインの稼ぎもいいっていうところで、もう圧着のやっぱ基礎戦闘力だけでね、スパイクも圧倒できたし、ババキンも編成に差をつけて圧倒することができた。これはね、やっぱね、強いと認めざるを得ないと思います。はい、ということで、スパイク編成で2試合目やっていきましょう。ラインナップさっきあった通り、ウィザードとマックス、そしてニワトリクローンとコインストック、こんな感じでございます。ラインナップの方はこんな感じで組んでみました。基本はさっきと一緒なんだけど、ウィザードが先頭に来ていることによって、レア枠ですね、誰にしようって悩んだ時に、ペニーを入れてみました。そしてレオンが初期サブキャラじゃないっていうところがあるので、しっかりとね、後ろで取っていくという形になっております。サプライヤーとコインストック多めっていうところなんですけど、ペニーをね、しっかりと入れることによって、レオンですね。レオンをとにかく早く味方に加えてあげる。ここをね、ちょっと意識できればなと思います。攻撃に寄せるんだったらね、戦車とか、あと衛星兵とかもね、結構良さそうなんだけど、ちょっとレオンを早く取りたいっていうところから、この編成で遊んでいこうと思います。さあ、2試合目、リングハントが来ました。やっていきましょう。ちょっと1本目のリングはさすがに取りに行けなさそうなので、いや、クロニアトラなら取り行けばよかったか。でもソニックいたからね、ちょっと、見逃しましょうか。いや、いける？誰もいないんだったらクロニアトリで走っていくけど、痛い。痛い、もうそんな圧着にさ、アウトは知らないじゃないですか。でもリング取れたね。リング取れたな。よしとしましょう。で、あとは、ここのボットちゃんと、もろともね、やっていければと思います。はい、ラバーハンドね、倒していきましょう。このスパイク編成もちょっと裏の方で、何試合か試してみたけど、強いポイントは、クローンニワトリが悪くないっていうところですね。個人的にどうなんだろうとは思ってたんだけど、しっかりとね、やっぱ足が速くなるのと、クローンニワトリにはまた別動画撮りたいなと思ってるんですけど、しっかりとね、火力になってくれて、序盤のこのモンスター狩り、ボスモンスター狩りにね、非常に役立ってはくれてますね。サボテンボムでさ、範囲攻撃するのはいいけど、ヒーローをさ、もうちょっと削りたいじゃん。ヒーローこういう残ったところをゴリゴリって削ってくれる火力がね、欲しいんで、そこにちょっとクローニワトリ役立ってるかな。別に、メガファイボとかタル爆弾だと、あれなんですよ、これはしっかりと、鍵取れなかったね。いいでしょう。クローニワトリだと、しっかりと足が速くなってるのがポイントですね。他の、なんかね、タル爆弾とかだと足が速くなるので、そこはね、あると思いますが、いや、ソニック怖い。痛い。ちょっとリング持ってるんで、しっかりとコイン稼いでいきましょうか。ノーマルキャラは取っているコインストックがあるんでね。はい、オッケー。で、ウィザードが序盤に来てるんで、このクローニワトリのクールタイムっていうのもそんなに気にならないですね。はい、非常に、これはこれでやっぱバランスが取れてるなとは感じました。さあ、クローニワトリ使ってしっかりと取っていきましょう。ペニー取っていく。で、コインストックで稼いでいく。オッケー。で、鍵じゃなくてリングね。リング取っていきたい。ボットはもういないか。ボットもいないんで、新たなリングが出現しているけど、これは取っていきましょう。取ってって。で、チーズ取り行きましょうか。着衣がちょっと怖いな、個人的には。着衣がちょっと怖いんで、そこだけ気をつけて、まだ戦いたくないからね、着衣とか。さあ、フランケン取る。で、ラフスが顔を出してるってことは、しっかりとラフス取っていくのと、あとは、なんだっけ、レオンも取っていきたいですね。さあ、これは、一回ここで、畑取ってから、編成の準備はできたっぽいけど、ちょっと怖いですね。さあ、上でちょっと早々にやり合ってるんで、これちょっとリング、オッケー。こうなると、無理に戦わなくてもいい気もするが、さあ、しっかりとこれ上にプレイヤーがいるんで、怖いですね。しっかりとここは、レオン取っていく、オッケー。ちょっと何体かやられちゃったね。けど、レオンはいます。さあ、ラフス取って、この着衣はさ、いけそうじゃない？この着衣は、しっかりと、待ちなさい。リングを一つ持ってるんで、やってあげて、いや、玉砕まで持っていくか。玉砕まで持ってって、玉のりが来そうだったら逃げてあげる。それくらいでいいでしょう。オッケー。圧倒してるね。強いですね。ちょっと今回、この試合喋りが全然うまくいってないですけど、はい、これはこれ強いです。これ絶対来る。いやー、待って、下から来てる、下から。さあ、しっかりとこれ火力出していくよ。ソニックにはね、純粋火力負けないっすよ、ソニックには。これ、大丈夫下でやり合ってるよ。着衣が来たよ。オッケー。時間切れということで。はい。
喋りがね、全然うまくいってなかったね、この試合は。で、まあ、伝えたいこととしてはね、まあ、スパイクのその、サボテンボムで広範囲に攻撃してあげて、あとクローンニワトリでダメージを出してあげるっていうのが結構ね、成立してるなとは思いました。そしてまあ、ラバワールド、ペニーっていうところもね、あったと思うんですけど、しっかりとね、コインを稼いで編成強化めちゃめちゃ早めに済ませることができた。結構早い段階からラフス大佐に手をつけて、一気に編成が強化できたので、まあ、そこは非常に強いポイントかなと思います。まあ、リングハントっていうね、結構いいモードが重なったよね。1体倒せばリングを落とせるっていうところで、結構スパイクでね、キル取りやすいっていうところありましたから、はい、そこも相まっていい感じに締めくくることができたと思います。はい、ということで、今回は世界一使われてる編成は本当に強いかっていうことでやっていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、アチャクイのね、初手マックスレオンの方もしっかりとコインストック使っていくことによってコイン稼ぎが回ると。で、アチャクイ自身のやっぱ効果力ってところで押し切れたっていうのも非常に良かったと思います。で、スパイク編成の方もクローンニワトリですね。あれが結構いい働きをしていて、サボテンボムで範囲攻撃はしていくんだけど、まあ、もうちょっと集中的に攻撃力を出したい時にぴったりだなとは思いました。まあどちらもね、ラインナップの方は好みでカスタマイズしてペニーを入れたりとか、あとは攻撃に寄せてエリータを入れてみたりとか、そういったところはね、ちょっと工夫をしてみる余地があるので、まあ皆さんもぜひね、このいろんな編成、いろんなキャラクターで試してみてっていうところあるんですけど、まあ、ホットシューターなんでね、純粋にエリートとかは相性良かったし、あと、スパイクだとね、戦車とか衛星兵で試してみるのもいいと思います。まあ、衛星兵とか入れるとね、スパイク対決でちょっと勝ちやすかったりする印象があるので、まあ、非常に強いと思いますし、あとバトルヒーラーね。バトルヒーラーもやっぱ純粋に強いキャラクターなので、まあ、攻撃に寄せるか、ここはちゃんとね、防御、体力アップをね、狙っていくのかっていうところで、まあ皆さん使い分けてみてはいかがでしょうかということで、今回はスクワットトラッカーという攻略サイトから編成をね、ちょっと参考にしてみました。まあ結構良かったね。これも、なんか、定期的に環境が変わるごと、バランス調整とか、ね、シーズンが変わるごとに撮ってみても面白いなと思ったので、まあ、定期的にチェックしながら、また、いい編成とか、面白そうな編成ありましたら、取り上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。